こんにちは、おっちゃんドドドドです。今回の動画は前回の続きではなくフェンダーレスにしてみたくてマットガードを製作します。フェンダーを外すのに泥よけとは外すのにまたつける感じです。フェンダーはこれじゃなくてこのタイプを作ってみたいと思います。フェンダーレスにするための部品を購入。リフレクター、ライセンスとウインカー、どれもできるだけ小さなやつを購入してみました。どこにつけるかはまだ決めてません。段ボール工作。よし、こんな感じで作ってみよう。もうちょっと短い方が良いかな。取り付け方法を考えないとホイールナットの友締めも考えましたが、どうせなら違う方法で固定できないかと。スイングアームの裏側が中空ではなくこの字型になってるのに気づき、鉄板で何か作れそうだと思ったおっちゃん。スイングアームにさすがに穴は開けません。笑い。イメージをつかむために大体の形を描いてみます。この字型だからかしめる感じでいけそうかな。この形で作ってみよう。まずはざっくり型取り。ふにゃふにゃですがこれで OK。 型取りをもとに鉄板に印をつけます。現物合わせなのでその都度修正しながら作業を進めていきます。この手の作業が騒音が出て夜中に作業ができないのでなかなか進みません。本当は万引きとかあれば挟んだり叩いて曲げたりするのが良いのだけれど、つい他の道具や素材を買ってしまってなかなか道具が揃いません。若いうちに買っとけばよかったなとしみじみ思います。今はクランプで挟んだり根性で曲げてます。声が出る時もあります。オラオラですかと聞かれたらイエスと答えます。今使ってるトンカチも家に転がってたやつなのでいつ壊れるか不明です。板金用のトンカチと変わるのかもしれません。欲しい。夜に動画を編集することが多いですが変なテンションになってしまうことがあります。お見苦しい点もあると思いますがごめんなさい。ちょうどな感じです。うまく形ができました。あとはこんな感じで何箇所か作れば固定できそうな気がします。かしめる装置はできたけどこれで良いのかかん。走行時に緩んだら大ごとに。とりあえずの原型ということでまた迷走しながらがっちりと決まる固定方法も別で考えてみます。ということで意外にうまくはまってるけど様子見とする。続きましてはマットガードを FRP で製作。この作業はだいぶ慣れてきました。サクサク進みます。マットガードの長さも調整してみました。買い込んでいたガラス繊維もだいぶ少なくなってきました。また何メートルか購入しときます。それにしてもおっちゃん相変わらず手袋はしてないのですね。チクチクするのは慣れたと思ったけど久しぶりだからかチクチクしました。
ガラス繊維をざっくり切り出して準備 OK。 型に貼り付けた台がグラグラしてます。ひっくり返りそうで心配。結局持ちます。はっはっは。そして腕が樹脂まみれに。この日は気温が低かったですが、樹脂の硬化時間は普通でした。季節に合った樹脂だったようです。そういえば買った時期が去年の今頃だった気がします。メモしときます。忘れないためにメモを取るのですが、メモを取ったこと忘れたりしちゃうおっちゃんです。じわーっとガラス繊維が張力で浮いてくるので、角の部分は難しいですね。いけねえ、倒れた。中身がなくてホッとしました。1回では足りなかったのか、もう1回倒します。シリコンだけ良い仕事します。この後、きれいに固まった樹脂を剥がしました。表面にできたささくれだった凶器と化したガラス繊維をカッターで除去。放置すると危険です。うっかり触ると怪我します。ざっくり刺さった時はおっちゃんも大苦しみました。カッターの刃も危険なのでもちろん注意です。フェンダーレスにするとナンバーをどこにつけるかなんとなくつける箇所は決めたけど外れそうな気もするので、これまた課題です。フェンダーレスにするんだといろいろ作り始めたおっちゃんですが、ナンバー位置が決まってないとは。前回のなんだこれパーツも形が決まっただけで、作業はそこでストップ中であります。硬化したので型から分離作業。複雑な形状じゃないのですんなり剥がれてくれました。そしてこのまま次の日まで放置。はみ出た余計な箇所をトリミング。良い感じです。形になってきたので固定方法も見えてきました。では今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。